おお、出た出た、ああ出た、ああ出た、食った、よっしゃ食った。かぶりつくのがうまい。でかい。やばい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 。さあ男女群島、こういう釣りはね、あんまり慣れてないというか、男女群島も初ということで、どういうね釣りになるんでしょうか。楽しみです。ちょうど1年ぐらいじゃないですか。去年の5月ゴールデンウィークの後でしたよね。ゴールデンウィークの前後でしたよね、確かね。オレアンさんのメインターゲットは？僕のメインはやっぱそうですね、男女群島っていう意味では意外とクエと、あとはカンパチかもしれないですね。ああ、カンパチいいですね。そうですね。平間さん今からボンボン釣る気満々なんで。結構ね YouTuber の方たくさん来られてて、モンスターグラフィッシングさんですね。そうですね。あ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ほい。はい。よっ。頑張ってきます。じゃあ2人とも頑張ってください。明日よろしくお願いします。お願いします。どうも頑張ってください。さあやりましょうか。まずは荷物の運搬からやらないといけないんですね。今日一応非常食は持ってきてるんですけど、基本魚食べようと思ってるんですよ。ああ、僕も魚料理しようと思ってるから、釣らないと、ご飯がないという感じなんで、どうします？どうしましょう。とりあえず食料確保に走りますか。僕どうしようかな。根魚やるか石鯛やるか。石鯛も釣りたいんですよね、ちょっと。はい、男女群島に着きました。多分これはメシマっていう島なのかな、ちょっと分かんないけど、間違ってたらごめんなさい。フィールド的にはねこんな感じです。絶海の孤島ですね。でね、結構あの辺りとか海藻溜まってる辺りとか割と潮が流れてるところもあって、で向こうですね、向こうからこう潮が効いてくるような感じもあるんで、青物やってもなかなかいいんじゃないかなと思います。はい、テント張るかわからないですけど、雨とかね、ちょっとした風をしのぐのにテントを張るそうです。テントを張ってるだけで全然寒くないらしいです。であとは穏やかでそんなに心地のいい夜だったらマットだけで寝るっていうのもありだということで、マットですね、装備品で一応、カロリーメイトとかね、カップラーメンとかそういう非常食はね持ってきてます。やりましょう。さあ男女群島1投目、ちょっとね食料確保が必要なんで手堅く寝たかなとか思ったんですけど、やっぱりね青物釣りたいんで、まずはトップ投げましょう。ターゲット的にはキハダとか、あとはカンパチとか、あとヒラマサもでかいのが釣れるらしいです。よいしょ。始まっちゃいましたよ。久しぶりの登場ですよ。このギンバルっていうね、こう竿を立ててこうやってね大物とファイトするやつつけてます。ここはそんなにね根が荒くない、磯場がこう荒くないので、割と走らせて取った方がいいのかなっていうところらしいので、あんまりガチガチに締めるとね怖いんで緩めでやってます。あとねもう朝間詰めっていう感じでもないんで、小型のルアーで
あんま波来てもないので見切られにくいかなと思う小型のルアーでやってます。春は結構マイクロベイトパターンっていうのが多いらしいんで、まずはこれで。でも今日のご飯が豪華になるかどうかは、カップラーメンになってしまうか豪華になるかどうかは運命共同体ですからね。はい、同じ釜の飯を食いますからね。お、早速やりました。はい。おお、いい赤旗。いい赤旗ですね。ちょうど食べ頃サイズじゃないですか。ね、2投目ですか。2投目です。2投目で赤旗。すごい。おお、いいサイズ。いいサイズですね。なんか幅もあるんですね。ね、太ってますね。まるまるこれ食べましょうじゃあ。飯確保。飯確保。よし、ちょっとターゲットを変えましょう。食料確保優先で。はい、ではね、ちょっと潮が引いてるうちに餌を探そうと思います。これですね、ジンガサとかって言うんですけど、松葉貝っていうね貝です。これを餌にしましょう。貝にね、衝撃をこうやって与えちゃうとこうナイフも刺さりにくくなるので、ほら結構硬くなっちゃうんですよ。だからね、気づかれる前にスッと入れてあげれば、スッと入れてあげれば、ほら取れやすい。潮が引いてるうちに集めておきましょう。はい、じゃあいろいろやってみましょう。石鯛釣りをねやってみようと思います。仕掛けはね、シーバスロット、強めのシーバスロットですねと、4000番のリールに P3 号、その先にね長めに、14号のナイロンですね。で仕掛けはこれですね、虫ヘッドパワーと 20g と、この今日はね虫パフックっていう、アシストフックですね。それをつけてやってみましょう。こんな感じです。ではね、取ってきた松葉貝はこのままこうやって刺してもいいんですけど、ちょっとねここに内臓があるんですよ、この裏側に。そこのエキスを出したいのと、ちょっと食べやすいようにハンマーで軽く殻を割って、で全部取っちゃうと餌取りにやられちゃうんで、全部取らずに殻を残した状態でつけてやってみましょう。よし、こんな感じかな。よし、ここはね真下からどん深になってるんで、ここでやってみましょう。ちょっとでも高さがあるな、足場の。もうちょっと前に出ようか。よいしょ。着底させて、そこにつけて軽く糸を張って当たりを待つっていう感じですね。さあどうでしょうか。案外とあれか、餌取りもいないのか。結構広い磯なんで歩き回ってみます。なんかあの辺とか良さそうですね。ちょっと今日は波がなさすぎてあんまり当たりがないですね。こういうザバザバしてるところの方がいいような気はするけどな。この竿をシーバスロットっていう表現してるんですけど、サーフもやれるし平鈴木もやれるし、マルチロットを目指してるんですよ、究極の。これ1本でいろんな釣りできますよみたいな竿を目指してるんですよね。やっぱ遠征にはあんまりたくさんの道具を持ってきたくなかったりするので、飛行機とかでね行く場合はですよ。なのでそういう竿にしたいんですよね。水深は5、6メーターあるかな。結構深い。意外とというか全然当たらんな。マジか。ちょっと餌変えましょう。定期的に新鮮な餌にしてあげた方がいいと思うんですよね。今回は割と砕いて、この肝をねデレデレにしてみました。着底してすぐは結構当たりが多いので神経をね集中させます。やっぱ上から落ちてきたものに反応するんでしょうね。当たった、当たってる。なんだろう。フグかな。
当たった。よし、食った。よし、食ったよ。よっしゃ。なんや。よっしゃ。食った。おお、石だ。おっしゃ、来た。おっしゃい。やりました。男女群島初の獲物はいいサイズの磯の王者、石鯛ですね。フッキングもバッチリ。ほら、ここね、缶抜きって言って、ここにかけないと硬い刃があるんでかからないんですよね。この虫ヘッド、手軽な仕掛けでバッチリですね。やりました。これ全然いけますね。このロットでもこれ45センチぐらいありますけど、全然抜き上げ可能ですね。いいテストになりました。やりました。石鯛やったー裏側も釣りできるとこあります。はい。一撃で普通に狙う石鯛ですもんね、これ。いいサイズですよね。いいサイズ。50はないけど45ぐらいあるかな。22の45はないぐらいかな。40ちょいちょいぐらいかな。いやでも45ありますよ。いいサイズですよね。いいサイズ。もうフッキングバッチリ。これ釣れるんだってないでしょ。最高。胃の内容物が結構気になるんですよね。なんかジャリジャリしますね。あ、ヤドカリですね、これ多分。ほら、ああ、本当だ。ヤドカリとかなんか貝、いや、甲殻類やなこれ。カニっぽい。あ、これほら、ヤドカリの足かな。それにしてもすごいですね、男女群島。ここね、無人島なんですけど、今はちょっと前まで人住んでたらしいですよ。なんか宝石サンゴのなんか採取の拠点だったって聞きました。こんなところよく登ってここに住もうと思ったよな。外海側というか沖側ね、面してるところでやっても全然ダメだったんですけど、こっちの島の、水道になってるというか、こっちの大きい島との間ですね、ここでやったら釣れましたね。だから沖側が必ずしもいいと、外洋に面してる方が必ずしもいいっていうわけじゃなさそう。お、当たった。なんか落としたらいきなり当たった。今当たりだよね。違う？当たってる。なんか食ってる。あ、食ってるわ。今食ってたな。惜しい。やっぱ着底直後だな。待ってる。なんか食ってる。食った。よっしゃ、食った。よっしゃ。バレた。くそー。何だったんだろう今の。でっかいサメいるんやけど、やばっ。3メーターぐらいのサメおったけど今、マジで。さあ、日が暮れましたね。真っ暗になりましたね。すごい竿やなこれ白縫いクエ。神社仏閣みたいな色してる。本当ですよね。神社仏閣みたいな色してる、本当に。いや、すごいな、冗談みたいな。まるでほら、見てください、これ物干し竿ですよ。ちょっと言ったら物干し竿ですよ。セネターっていうね、リールを借りてきました。ほら見てください、これあれですよ、なんかトローリングでカジキとかやってる人がつけてるリールじゃないですか、これで。 PE これ確かなんか紐みたいな、これ50号っつってたかな50ポンドじゃないですからね、55ですからね。これをこうやってセットして、竿が重すぎてね、セットするのがしんどい。で、仕掛けはこんなんですね。ワイヤーのなんか誘導式仕掛けみたいな。重り40号だったかな。で、針も40号だったかな。とんでもない仕掛けですね。よし、いけるかな。目を貫通させて、でグリってひねって。なんかこれでもいいみたいな。
あ、頭から。頭からでもいいみたいな、なんかとにかく硬いところに刺して外れなければいいって感じですだね。と思います。投げた時に外れなければ OK です。多分いいんじゃないですか。よし。よっ。あ、いった。結構飛んだ。15メーターぐらい飛んだ。で、沈めて、ここにセットして、あ、よいしょ。で、この留めをつけて、で、ちょっと糸張って待っとけばいいのかな。あ、なんか当たった？今チリンって言いましたよね。食べり寄せてからゴリ巻きでいいと思う。あ、なんか食ってる食ってる。入ってからですよね。なんかツンツンしてる。ウツボかな。ウツボが多いんですよね。おお、すごい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 。結構大きい当たりがある。これはウツボっぽいですね。なんかウツボか。ウツボってこんな大きい当たり出すんですね。一旦上げてみますか。よいしょ。あ、サバはまだある。尻尾の方ガジガジやられてるだけですね。まあ、まだ使えそうなのでこのまま行こうと思います。よっ。お、来た来た来た。これはでも小物だな。お、クエ来ました。おおお、結構いい当たりですね。ガツガツってきてますね。かかりました。あ、ウツボだ。ウツボちゃん。これ何ウツボですかね。違うっすね、これ。何ウツボですかね。すごい歯だ。何かしらのウツボです。すごい歯。うわ、いかつ。これも全然ちっちゃい方ですからね。歯がいかつい。こうやって小さいチリンチリンっていう当たりがねある間はクエはいないらしいです。で、この当たりが止むと、静かになるとドンってくるらしいですよ。楽しみ。ちょっと次は口から刺してみましょう。口から刺して頭の上に抜く刺し方でやってみます。この方が針先がいっぱい出てるからかかりはしやすいと思う。よし、だいぶでもこの重いタックルの扱いに慣れてきた気がする。この釣り結構頻繁に当たりあるから楽しいですね。なんか飽きはしないです。飽きないですね。ウツボだけど、もぞもぞウツボっぽいな。よっしゃ、なんか乗ったぞ。ウツボかな。いや、ウツボですね、多分。ウツボだ、ほら。よいしょ。うわ、でっかいウツボや。見てください、ほら。でっかいウツボ。大物。でかすぎるでしょ、これ。あら、まあ仕掛けをぐちゃぐちゃにしてくれちゃって。ウツボがねかかるとこうやってねワイヤーもぐちゃぐちゃにされちゃうんですよね。それがね結構厄介です。なんか静まり返ってますね。静まり返りましたね。来たか、もしかして。ウツボの当たりがやみました。これはもしかしたら本命来たかもしれないですね。なんからしい、これ。ウツボかな。ウツボか。あ、外れた。あ、今のは何だったんだろう。あ、今のウツボじゃなかったかも。サバ綺麗だもんな。ウツボじゃなかったんじゃない？この歯型。ほら、この日本船の歯型とかこれ前歯だったんじゃないですかね。
ウツボだともっとぐちゃぐちゃになると思うんですよ。いやでっかいウツボ。よし外れた。よし、じゃあ昼間釣った石鯛で磯飯といきましょうか。磯の王者で磯飯なんてなかなか風情あるんじゃないですか。よし、おおいいですね、綺麗な身。よし、じゃあこっちをね、じゃあ石鯛丸ごと使って晩飯にしましょう。釜の部分とか頭の部分を使いましょう。もったいないですからね。スタミナつくようにニンニク入れましょう。じゃあニンニクがですね香ってきましたら、魚にね飾り包丁を入れて塩コショウで下味、割としっかりめに下味つけておきます。両方ともね。そしたら炒めます。皮目の方をメインで炒めたいですね。ちょっとね磯料理なんで多少雑くなるところは許してください。さあそれとここからが初の試み、餌に使ったね、松葉貝ですね。これも入れましょう。アサリとかハマグリとか貝の代わりですね。貝の旨味が出てくれればいいんですけどね。そしたらここにトマト入れて、マッシュルーム入れて、でもう一回ちょっと塩コショウをパラパラっと振って、白ワインをかけて、そしてバターですね。じゃああとは蓋をして煮込みます。はい、ではアクアパッツァ煮込んでる間ね、もう半身の方ですね。こっちはね生でいきましょう。お刺身とかね、そういう系でいきましょう。これ結構脂乗ってそうかも。いや綺麗ですね。テカテカしててちょっと脂を感じるかも。こんだけ今日食べましょう。でこっちはじゃじゃん、昆布ですね。これが出てきたということは、これ醤油のボトルに入ってるけど、これは日本酒です。ペーパーに締め込ませて昆布の表面をね拭きます。そしたらこの石鯛の身を挟んで、これでねラップか密閉できる袋に入れてね、クーラーで寝かせて昆布締めにします。はい、できました。磯料理、石鯛の磯アクアパッツァです。あとは石鯛のお刺身。なかなかねこれ美味しそうでしたよ。美味しそうですね。美味しそうですよねこれ。いやうまそう。なんかほどほどに脂乗ってて、ほらうまそうなんですよ。テカテカ。いただきます。いただきます。はい。お、ちょっと油ふわっと浮きますね。いただきます。あ、美味しい。うん、美味しい。うまい。油がやっぱりすごいですね。油乗ってますね。しっかり油乗ってる。前にね福江島に行った時に、福江島の春の石鯛はねめちゃくちゃ美味しいですよって言われてたんですよ。まあここは福江島じゃないんですけど、まあ割と近いっていうことで、まあまあそれ言ってるのに近い味なんじゃないですか。美味しい。最高です。はい、ではアクアパッツァですね。現地調達のね松葉貝の身を入れてるんで、貝の出汁もしっかり出てますよ。すごい。絶対うまい。絶対うまい。これはでかさがやばい。絶対うまい。松葉貝も入れときますね。おお、すごい。これね僕は釜の部分なんで、ちょっともう磯飯なんでね豪快に手でいきます。かぶりつくのがうまい。あ、美味しい。うまいですね。皮が美味しい。皮そんな硬くないですね。全然プリッとしてて、ゼラチン質が。この松葉貝いただきます。でも多分ね口とか取らなきゃいけないんで、ちょっと口に残るものがあるかもしれないですね。いや美味しいですよ。めちゃめちゃ美味しいですよ。あ、うまい。肝もめっちゃ美味しい。味が濃い。本当だ、肝が美味しい。結構貝の出汁出てますね。うまいなぁ。うまい。このスープがうまいわ。いい出汁がいい出汁出てますね。石鯛と貝とでトマトの酸味も程よく効いててね、うまい。
まだ終わらんよということで、スープがね残ってるんです。これで、スパゲッティ茹でてスープパスタ作ろうと思います。ちょっとオリーブオイルをまぶして乾燥を防ぎつつ置いときます。そしたらね、さっきのスープの残りを温めて追い松葉貝します。だしをね濃くしたいんですよ。だしをでちょっと白ワインも入れて、で余ったマッシュルームとトマトも入れましょう。でね、醤油をちょろっとさっきのパスタを投入しましょう。いやー濃厚そうですよね。バターも入ってます。濃厚なスープをたっぷりかけて、はい、じゃあこれどうぞ。こんなもらっちゃっていいんですか？僕はこっち食います。ああ、すいません。いただきます。いいっす。いただきます。これはすいただきます。ごいな。うん。あーうまい。満足感すごすぎて、なんかしこたま飲んだ後みたいな感じになってる。なんか満足感すごくないですか？うん。男女群島の魚も貝もうまいな。うん。美味しかった。いやー、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。美味しかったです。ちょっとね、雨が降ってきたんで、雨よけと、まあ風もちょっと吹いてきたから風よけにテント立てます。よし、ちょっと雨ってて微妙ではあるんだけど、まあ寝るというか、荷物を入れるって感じかな。はい、テント設営完了です。テントね、設営し終わったら、ちょっとね、強めに雨が降ってきましたね。このまま雨が降り続ければ、ちょっとね、撮影難しいんで、テントの中で待機ですね。今、時刻3時です。テントの中はこんな感じ。荷物をね、避難させたりとか、あとは寝床が奥ですね。なかなかいい感じじゃないでしょうか。ここにね、段差があったんですよ。ガクって下がってたんですけど、ここにね、柔らかいもの、服とかね、なんかシュラフとか入れてるバッグを置いて、こう高さを上げて枕代わりにしてるんで、いいですね、快適です。男女男男女男女。20g ぐらい欲しいかな、ここだと。 R32 ね。このワンは何でもよく釣れる。いや、男女群島も甘くないですね。ちょっとワームで旗系の魚を狙ってみます。まあ根魚ですね。でもしかしたらこういうワームをね、ヒラマサとか食ってくることあるんで狙ってみましょう。着底させてちょんちょんちょんってやって、でホールさせる、沈める。この沈んでる時にね、結構当たりが多いです。でまたちょんちょんちょんと、この時には底の方を攻める感じですね。よし、来た。よっしゃー、来たよー。多分赤旗。よいしょ。あ、よいしょー。はい、赤旗ちゃんです。ワームで綺麗ですね。やりました。よし、来た。お、結構でかいぞこれ。よし、これは食べれるサイズかな。お、なかなかの重量感。
よいしょ。よいしょ、赤旗ちゃん。お、ナイスサイズ。30センチぐらいあるかな。この子は食べましょう。なんか津本さんに教えてもらったんですけど、はい、この線のここにどの魚も脳があるんですって。ほら、しまった、脳締め。よし、じゃあもうサクサクと鱗取っちゃって下処理しちゃいましょう。おお、カニ吐いた。ほら、赤旗カニも食べるんですね。結構大きめのカニを吐きましたよ。はい、ゴリハンさんが合流です。銀チブです。他の磯どうでした？いやー、ダメ、渋いですね。渋いですか？あ、もう誰も釣ってない感じですか？まだトップでは誰も釣ってないです、多分。あ、でも誰か釣ってるんですか？これはブリ2本。あ、ブリ2本釣ったんですか？それでも、わ、すごい。トップじゃなくてジグっすね。へえ。もう全然トップは出ない。結構白くて美味しそうですね。油乗ってるんじゃないですか？まあまあ油乗ってましたね。美味しそう。あれじゃないですかっていうか、ブリヒラじゃなくて、ブリヒラかもね。あ、ブリヒラっぽいですね。船がね、こうやってご飯持ってきてくれるんですよ。男女群島はみんなそうらしいですよ。ありがたいですよね。ありがたい。見てください、この豪華な。で、イカには醤油をちょろっと垂らしまして、はい、磯海鮮丼です。ブリヒラかな？ブリとヒラマサのハイブリッド。いただきます。いただきます。使ってますよ。使ってます？ほどほどに油乗ってて美味しいですね。そう、油乗ってるんですよ、これ。おかずにちょうどいい。あ、美味しいや。うまい。あ、うまいね。うまい。お疲れっす。お疲れっす。お疲れっす。お疲れ様です。うまっ。おっと、アイスオッケー。よし、滑りそう。これ。よいしょ。おい。はい。はい。とにかく青物釣りたいですね。我々青物の顔見てないからな。結構一緒に上がった人たちは切られたりとかバラしたりとかしてるみたいですよ。オリハンさんもブリ釣ってますしね。あ、深いですね、ここ。やっとついた。ちょっとね、青物やってみたんですけどダメだったんで、潮がもっと効き出すまでまたね、虫ヘッドに戻ってまいりました。石鯛狙いやってみようと思います。確かにやりにくいな、これは。真下がね、こうネズミ返しみたいになっててせり出してるんですよね。そこはね、多分根がかったりとか魚かかっても擦れちゃったりするんで、真下狙うのやめた方がいいかもしれないな。深いんだよな、ここ足元から。足元で何メーターぐらいあるんだろう。10メーターぐらいあるのかな。なかなかね、過酷な状況です。このね、お二方は鉄人なんでね、なんかケロッとしてますけどね。いや、そんなことない。そんなことない。寒い。結構寒い。だってなんか雨5ミリってまあまあの雨なんですけど、5ミリの雨が2時間ぐらい降って止むんだったらこのまま夜通し明日まで釣りするとか言ってますからね。何を言ってるんだろうみたいな仮の話ですね。大丈夫。いや、この2人にはやりかねないですね。さすが鉄人。まあちょっととりあえずね、今見回り来てくれてるんで、ちょうどね、船が来たんで、そうですね。ここね、電波通じないからね、自分たちで天気予報とか調べられないんですよ。だから船長さんにね、聞くしかないんで、今ね来たんで状況チェックですね。よっしゃー。厳しいね。だって雨買わない。回転バス狭くなる。ここがやっぱり。
いや、戦中泊と迷ってたんですよ。テント張れればいいんだけどな。テント立てます？無理やり。そうっすね、どっかに建てましょうか。うんそれならなんとかここの荷物ちょっとどけてここに建てましょうか。ちょっと場所も作ってやってさ。はい、テント建てれるならなんとか。そうですね。日が持ってるんで。船が行ってしまった。船が行ってしまった。もうやるしかない。やるしかない。やるしかないぜ。もう体温めましょうか。あったかいですもんね、それね。あったかいです。体温めましょうか。これ食って温まって荷物をこっちとかにちょっと分散させて。ですね。昨日つけたというか仕込んだ昆布締め食べましょう。いいんじゃないですか。綺麗。いいんじゃないですか。飴色。超綺麗。いいんじゃないですか。何それ。うまそう。むずい。バンバン出てるな。はい、醤油はもう直接。もうね、お皿を出すのもちょっとめんどくさいので、ここね、狭すぎるもんね。はい、お皿出すのもめんどくさいので、このままよっしゃ、食べましょう。いただきます。手に力が入りません。いや、この熱々ご飯ありがたい。あ、うめえ。うまいですか。うまい。いただきます。いきます。石鯛の昆布締め。いや、マジ超絶うまいですこれ。うまっ。うん。あ、美味しい。昆布の香りたまらんな。うん。ヒラメよりうまい。うん。うん。あったかいご飯嬉しいな。全然磯臭くないんですよね。うん。この石鯛。ね。すごい上品っすね。油の乗り方も。うん。花子さんどうぞこれ。あ、いただきます。本来はじゃあこの漬物とご飯だけ食べるんだ。ちょっと共食いして元気出します。何気に僕のチャンネルで初めてたくあん出てきましたよ今回。あ、そうなんですか。はい、4年目にして。中に荷物を入れて重しにして飛ばないようにするっていう感じかな。よいしょよいしょ。よし、マット引いて、とりあえず全部荷物中に入れてね、これで雨をしのぎます。雨風しのげるだけでねだいぶ違いますからね。はい、テント設営完了です。僕のはこんな感じ。キジハタコさんはこちらで、ゴリハンさんが向こうですね。この3箇所ぐらいしかね平らな場所がなくて、平らとは言い難いですけどね、ここも斜めになってるんで、これで雨風しのぎましょう。よし、やるか。今やらずしていつやるのだ。やっぱテントがあるっていうのはいいですね。なんかね、精神安定剤になります。避難するところがあるっていうのはいいですね。あとは魚を釣るだけ。いいなあ、ここ。なんか一発ドカーンと出たらとんでもないのが来そうだ。なんかマイクロビートパーク。お、出た、来た。わかんないです。来た。めっちゃいましたね。でかい。やばい。めっちゃ群れついてきてましたね。でかい。なんだこれ、ヒラマサかな。キハダじゃないですね多分。やばい。
ゆっくり浮かしたいから。でもそこね、あーダメだ。やめれ。やられた。くそ。でかかったっすね。何だったかな今の。ちょっとキハダっぽく見えたんですけどね。いや多分ヒラマサですよ。キハダっすか？ヒラマサですね。ヒラマサです。ヒラマサ。キハダ？めっちゃ追ってきてました。多分まだいっぱいいるんで。くそー。食った姿相当でかかった。いやでかかったですね。20キロぐらい見えた。いやここね下返しがあるんですよ。そこにねやられちゃった。くそー。いやー悔しい。悔しい。今の沖でかけてたら取れてたかな。手前で体力が有り余ってる状態でやり取りしたからダメだったのかな。この真下がねちょっとこう磯場がせり出てるんですよね。その下にこう入られてやられましたね。うまくいかないもんやな。まだまだ修行が足らん。はい、じゃあ今日もね夜の部クエ釣りやっていきます。深いなここ。30メートルぐらいあるんじゃない？めちゃくちゃ深いな。よし、じゃあ赤旗いただいてみましょうか。昼間にね下処理してあるんで楽ですね。まあとりあえず3枚に下ろしてみましょうか。すごい赤旗は綺麗な身ですね。じゃあ鍋にですね、昨日釣ったイシダイのアラ、そして赤旗のアラ、赤旗の頭も入れましょう。たっぷりね。そしたら火にかけてすごっ。赤旗はあれなんですね。こっちの皮面とかも真っ白なんですね。赤旗は味見用に少しだけ刺身にしましょう。はい、火を通す料理ね作ってる間ちょっと赤旗味見してみましょう。お刺身で。食感はもちもちで結構弾力ありますね。やっぱ新鮮な身だから。でね、まあ癖のない上品な白身って感じですね。で噛んでれば結構甘みを感じます。美味しい。沸騰してきたらねアクが出るんでアクを取ります。で加えるのは少しの酒と、あとは味がちょうどよくなるまでね塩を入れるだけです。素材がいいのでこれだけで十分美味しいと思いますよ。はい、赤旗とイシダイの塩汁です。シンプルこそ至高ですよね。仕上げはね刻みネギだけパラッとのせれば完成です。はい、じゃあ味見いただきます。めちゃくちゃいい出汁出てる。ああ、これネギ入れない方がいいくらいだったかもしれない。ネギの香りもなくこの魚の風味というか出汁を楽しみたい感じだ。あーうまっ。初めての磯泊まり瀬泊まりキャンプがですね、こんな感じで雨になってしまって大物をばらしてしまってで決していい状況ではない状況だったっていうね感じで、なかなかね苦しい戦いでしたね。まあといっても明日の朝まずめがまだあるんで終わってはないんですけどね。明日も朝予報では結構雨が強く降る予報なんで、もしかしたら釣りできないかもしれないです。
まあ魚のスープがうまいからいいや。あ、赤旗火通してもうまいな。雨は降ってない。まだ釣りできる。あんまり疲れすぎてちょっと寝坊しちゃいましたけどね。帰りましょう。では検討に乗ります。5分を。よいしょ。10時。わかりました。頑張ります。我々でやるしかどうも時間まで頑張ってください。じゃあ飯食って、ご飯来たし飯食って頑張りましょう。最後10時まで仕込んどきましたよ。うわ、いい色。はい、最後の磯飯、めちゃくちゃ豪華ですよ。汁物に揚げ物に昆布締めで熱々のご飯があるという最強じゃないですか。最高ですね。これ以上はないですね。いただきましょう。いただきます。いただきます。いただきます。赤旗と石鯛の磯汁。あ、美味しい。塩汁。塩汁って美味しいですよね。美味しいですね。やっぱり一番魚の旨味がダイレクトに。これ取る前に飲んじゃったよ。普通にお腹空いてますからね。お腹空いてる。うまっ。やべえ。このすげえ。塩汁飲んだ後にご飯かき込むの最高。あ、それもいいですね。昆布締めどうぞ。ありがとうございます。お、めっちゃ締まってますね。いいですね。いい色で。いただきます。乗ってます。昆昆布が乗ってます。布なんかこうね、ちょっとしっとりしてうまいですね。めっちゃ締まってますね。昆昆布締めのパワーすげえな。日本酒飲みたいな。唐揚げ。ヒレがどんだけ上がってるかな。あ、いけそうかな。この釜んとこいただきます。どうぞ。釜を。うまっ。ヒレが美味しいと。あ、いけますね。うまい。あ、うめえ。ヒレも食える。あ、うめえっすね。あ、うまっ。油もうめえっすね。赤旗美味しいですね。磯にいると、磯でなんか魚ばっか食べてると、こういう油ものとか甘いものとか欲するんですよ、体が。これ今最高に染み渡る。うわ、うまっ。これ味付けなんですか？味付けは生姜多めで濃い口醤油とあれなんですけど、塩コショウなんですけど、昆布だし入れてます。昆布だし、塩コショウ、醤油、生姜多め。ニンニク入れずに。うまい。確かに生姜がよく効いてる。いや、ごちそうさまでした。最高の磯飯でした。初磯飯をこんなに豪華にしちゃったらあれですね、なんか毎回やらなきゃいけなくなっちゃう。いやでも意外と毎回やればやるほどなんかちょっと温度のあるもんあるだけでだいぶ救われるっすよ。そうですね。あったかいもの食べるとやっぱいいですね。そうそう、本当にその通りですよ。この磯泊まりはビニール袋は多めに持ってっておいた方がいいですね。ゴミが出たりとか、あとは雨とかね、塩かぶって服が濡れたりするんで、着替えも急にね寒くなったりすることもあるんで、やっぱ寒いとね、結構きついんで、服はね余分に持ってといた方がいいかもしれないですね。よし、テント畳んで荷物片付けました。これでねいつでも撤収できます。じゃあ残り時間ね1時間半ぐらいあるんで釣りしますか。最後の大物を
追い求めて戦いたい。ありがとうございました。ありがとうございました。すいませんでした。今回はかなり渋くてクエはこの1本しか上がんなかったみたいです。すごいよね、この人数で行ってクエやってクエ1本しか上がんないってやばいっすよ、男女軍と。13人で行ったのにかなり渋かったですね。激渋でしたね。激渋でしたよね、この名人ガッツ船長をもってしてもね、この1匹を絞り出すので他なかったですか？どんな感じだったですか？千原市で、あと青物の当たりがありました。ああ、今回ね、シニエさんに結構反応が良かったみたいでそうですね。シニエサで青物釣れるんですね。結構珍しいことなんですけどね、これ。そうですね。これが結構怒ってましたもんね。どういうことって思って。とりあえずでかいなぁみたいな。でっかいけど、でも顔つきはどっちかっていうと開くっすね。カンパチもなんか混じってそうな感じだけど。男女群島にはですね、やばいね。糸食い込んで。メーターオーバーのヒラマサ、瞬殺できるタックルでも取れない、全然取れない大物が潜んでいるみたいですそれも平っぽかったですよね。平まさかカンパチちゃうっすか。ああ、もうあれは。やばいね。それは人間が取れんわ。